こんばんは。今日もめちゃくちゃ暑いです。よいしょ今マイク一瞬忘れました。タカさんこんばんは。ナバルさんこんばんは。いつもありがとうございます。一瞬マイク忘れましたね。いやめちゃくちゃ暑い、本当に。今日ね、午後からちょっと曇ってた感じだったんで、ちょっと外に行ってどっか動画撮ってこようかなと思ってふらっと出てったんですよ。でガラパンに着いた頃になったら、もうピーカン全然曇りとかそういう問題じゃなくなっちゃって、めちゃくちゃ暑い、いつもと変わらない状態に陥って、いや曇りだからちょっと出てきたのになと思ったんですけど、曇りじゃなかったらちょっとね、今日は病院にお薬取りに行ってそのまま帰ってこようと思った予定だったのに、いや全然雨もね降り出すんじゃないかなっていう感じの天気だったんですよ。だからちょうどいいなと思って、撮影には歩くのにちょろちょろ降るぐらいがちょうどいい気候だったんで、全くそんなちょうどいいとかなんとかって言ってられる状態じゃない、またいつものデロデロ状態でしたね。暑くてたまんなかったです。本当に参りました。今日はね、病院も行ってお薬をいただいて、昨日ねちょっと土曜日の日に薬をなくしちゃって、どっかで飲んだんですよね、私ね、土曜日外でその薬がなくなっちゃって、今日ちょっと早く薬を手に入れなければと思って病院に行きましたね。いや娘っ子たちが帰りましたね。娘っ子たちがねちょっとねボロクソ言ってましたね。日程について、飛行機の日程っていうのは前後がとにかく日本から飛んでくると前後1日ずつ全くなくなるから、4日間で2泊、ホテルに泊まれるのは2泊だけだから、2泊4日っていうスケジュールがで、着いた日がグアム経由だったんで、朝サイパンに入ったから、もう雨も降ってたっていうのもあるんですけど、午前中雨も降ってたっていうのもあって、午前中はもう寝てたんですって。でその前の日もう仕事休んで、結局飛行機に乗ってグアム経由だからグアムに入ってきてるもんだから、もうその日丸々潰れちゃって、で朝まで眠れない状態で、この間も私たちが言ってた椅子、グアム空港の椅子とかでもうえらい辛い目にあって、眠れない状態に朝までいて、で朝の飛行機でなんかサイパンに入ったらしいんですよ。でサイパンに入ってきたはいいけど、そっからうだうだ1時間2時間2時間着いてから2時間ぐらいかかって、2時間半ぐらいかかって空港からホテルに入れたらしいんですよ。でホテルに入った時には雨が降ってて、まさかの雨女じゃないかっていう話になってたんですけど、それが
でもう結構降ってたらしいんですよ。私全然気づかなかったんですけど、私はもうその頃は全然気づかなくて、こっちの方はね降ってなかったと思うんですよ。うちの方はガラパンだけ多分雨降ってたんだと思うんですけど、ガラパンとか向こう側南の方が雨降ってたんじゃないかなと思うんですけど、でまあ寝るしか眠いしついて眠いし寝るしかないっていうことでちょうど寝てたらしいんですけど、で昼頃起きて、そしたらちょっと曇ってきて曇りになったから、ここから動き出したっていう感じだったらしいんですよ。まあメインはねその日はだからメインは上店に買い物、頂点でお買い物でビールを買って、ビールをなんか両手に持つ状態で買って帰ってきたらしいんですよ。ホテルに思い思いをして、でその間に結構ナンパされたりしたらしいですね。めちゃくちゃうるさかったって後で出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあその辺はちょっと本人が来たら本人に聞いてみましょうって感じなんですけど、まあそれでね結局1日目がグアム空港で終了っていう感じで、次の日も着いて眠くて仕方なくて昼まで寝ちゃったっていう状態だから、まず1日目ダメでしょ。でだから賞味2日目だけっていう話だじゃないのってこれを言ってましたね。で結局帰る日が朝便なんですって。朝便でなんか成田空港に昼頃着くとかそういうような感じらしいんで、それがまた辛いみたいなことを言ってましたね。でとにかく前後1日ずつ削られちゃうような日程しか今ないから、ほんとね4日間で2泊4日の旅だから、昔っていうか今もそうだけど、ハワイがだいたい3泊5日の旅とかそういう感じで書いてあるでしょ、そういう状態にサイパンがなってるらしくて、だから時間のこれ無駄だってすごい言ってましたね。もう何日もうちょっといたいけどサイパンでもっと遊びたかったのに遊べないって、これじゃ何日休まなきゃいけないのかわからなくなっちゃうからっていう時間の設定がね、飛行機の設定がおかしいらしいんですよ。で両方直行便で来たとしてもそういうような感じになっちゃうのかな。前後1日ダメになるっていうような日程になっちゃうらしくて、だからその辺がちょっとねって言ってましたよね。そんな遊びたいのは遊びたいけど、最終日もだから夜遊びすぎると朝起きれないし、昔朝便の人とかって朝まで飲んでたりして、結構そのまま酔っ払ったまんま飛行機に乗ったりしてた感じが多かったんですけどね。そういう人は今いないのかな。昔そういう感じの人が多かったんですけどね。そういう方がまあそんだっていう気にもなるかもしれないと思われるんですけど、そこまではあれなのかな、ちょっとよく分かんなかったけど、まあそういう日程を起こってましてね。とにかく日程が全部潰れるって。でも飛行機会社を私は飛ばせるわけじゃないから、それは仕方ないんだよっていう話をしたんですけどね。これじゃねなかなか前後2日間
潰れちゃうとなかなか来にくいよっていう話はしてました。だから確かになって思います。本当に言われてみればっていうか、それこの間もね、動画で話してたんですけど、うちのチャンネルで話してたんですけど、実際あれ前後2日間取られちゃうと結構ね、損した気分になっちゃうよねっていう話はしてましたね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお水飲みます。喉が渇いて。その子たちはね、レンタカーも借りてたんで、すいません、レンタカーも借りてたんで結構楽しめたのかなって、勝手にいろんなとこ行ったみたいですよ。結構楽しめたんじゃないかなとは思います。今日もね、月曜日ライブ配信するからって言ったら来ますって言ってたけどね、来てるのかな、潜ってんのかな、寝てんのかな。まずい変なのが、ちょっと待ってください。あれ、これ一回消してもう一回つけ直すのか。そういう感じで、やっぱりね、飛行機なんとかしてほしいですよね。飛んでくれてるだけありがたいのはありがたいんですけど、1日1本飛んでないのか、1週間に3便だけ飛んでんのかな。飛んでるだけありがたいとは思うんですけど、やっぱりね、飛行機の時間そんなにね、だって余裕ないし、グアムの飛行機の便を見ると、やっぱり仕事終わってから飛行機に乗れて、で丸々最後の日も遊んで帰れるっていうような便が選べるんですよね、グアムね。やっぱりね、そういう面が全然違う。週末にこうちょこっと、昔だったら週末にゴルフとかに来る人とかいっぱいいたんですよ。今ドル高いからね、ちょっと今日なんかは安くなってますけど、142円入ったのかな、142円ね、142円10セントを下っていけば下に突き抜けていくかなっていうような感じでいますけど、今142円60、70のとこにいるのかな。さっきはいたけど、もう143円に回復しちゃったかもしれないけど、ちょっとね、一時期よりちょい安くなってはきたんですけど、ドルが安くなってきたんですけど、その子たちはなんかアメリカに学校に行ってたんですって。だからペイパルとか持ってましたね。ペイパルアメリカのペイパルを持ってましたね。だからドルで支払えるからあんまり関係ないんですとか言ってたけど、そこにドルが入ってなければあんまり意味ないと思うんだけど、ドルをいっぱい持ってたのかな、そこまで聞かなかったけどね。なんかアメリカペイパルを持ってましたね。グアムだとやっぱりね、時間がちょうどいいもんね。飛行機の行ったり来たりのああいうね設定にしてもらえないと、本当にサイパンでついて何もないわでお買い物するとこもほぼほぼないわけでしょ。そういうとね、デューティーフリーなんかをやっぱり今回の子たちも
デューティーフリー本当にないんだってびっくりしてたから、ないよとは言ってたんだけど、散々私のチャンネルでもデューティーフリーなくなりましたっていうことは散々言ってたんだけど、本当にないっていうのは海外に来て初めて見たみたいに言われちゃって結構バカにされましたねアメリカでデューティーフリーないとこってあるのぐらいまで言われて、確かにそれは言えてる、ないとこないかもしんない、ないとこないかもしんないって言ってましたね。いやだからね、ちょっとね、サイパン来て本気で何もないってびっくりしてましたね。あれ来た、こんばんは。あれ来た、こんばんは。来た、こんばんは。なるさんこんばんは。来たお疲れ様でございます。なるさん来たね。見たことないかもなって何をかデューティーフリーがないアメリカ、デューティーフリーがないアメリカを見たことないかもなっていう意味かな。そういう意味かな。なるさん、サイパン大変でしたよ。大変ですよね、あれじゃねそう思います。まあ私から言うのもなんであんまり言ってないですけど、あんまり話してないですけどね。なるさんがあと5日欲しい。あと5日だとだって9日間の旅行になっちゃうからね。9日間の旅行になっちゃうから、まあ楽しかったのかな。楽しかったんならよかったけど、楽しかったんならね、まあ何でもいいけど、まあ、あと5日欲しいっていうまあね、あの状態でいたんだから飲んでばっかりあの状態でいたらあと5日ぐらい必要だよね。1日1個ぐらいのことしかできないんだからね。みんなだって観光に来たら朝から起きて午前中はシュノーケリング行ってマニャガハ島行ってとか、午後からなんか違うことをしてとか、なんか山登ってとかいろんなことをやったりしてるんだけど、1日だいたい1個ぐらいしかやらなかったでしょ。1日1個ぐらいじゃまあね、1日1個ぐらいであと飲みだけだった状態だと、まあ、今回2日間だけだからね、サイパンね。なんかビーチに行って1日終わる、マニャガハ島に行って1日終わる。ダイビングもできなかったでしょ今回。ダイビングもしなかったんでしょ。どっか飛び込めばね、どこでもできる状態だったみたいだから、言ったじゃん、だから飛び込めってまあね、
まあそれでも楽しんでくれたんで、安全にとりあえず帰れたからね、よかったです。安全に帰れたから、それだけでもよかったと思います。うん、そうで、セーフセーフセーフでも何でもいいや、よかったよ。うん、無事にね、ちゃんと帰れてね、本当に良かったと思います。毎日飲みの日だったんだろうけどね、本当変なことがなくてよかったですよ。今日の新聞に載ってたんだけど、サイパンでね、5月に4人の人が亡くなったっていうことが書いてあったのね。でその4人の人が亡くなったっていうのは、特別に刑事さんが調べてる事件で4人の人が亡くなったっていうことね。他に病院で亡くなったとかそういう人のことを書いてあるんじゃなくて、2件はまず自殺だったんだって。で1件は自然死で、も残りの1件だけがこの間亡くなったビジネスマンの方だったんだけど、アパートで5月19日かな、アパートで遺体が見つかって、なんかお友達が心配だから様子を見てほしいって言って通報があって、警察が確認しに行って発見されたんだけど、でなんかちゃんと死因を調べたいっていうことで、検視の依頼をしてるんだけど、検視総長のサイパンの方の総長からは応答がないらしくて、だからまだ死因も決まってない、ちゃんと冷蔵庫に入れてあんのかなっていう感じはするんだけどね。冷蔵庫入れてないともう腐敗すごいからね、サイパンって。普通に残飯とかだって数時間ちょっと外に置いといたら、腐ったものをちょっと数時間置いといたら、もう宇治がもう本当にどっから湧いてきたのっていうぐらいに湧くから、絶対ね、ちゃんとしたところに保管してないとダメなんだけど、CIB っていう刑事の人たちがこの事件を捜査しているんだって、その4人のことについて。でその3人の死因は判明しているって言ってるんだけど、どうなのっていう感じだよね。病気でだからサイパンで亡くなった人とかは別にそういうのは入れてなくて、この刑事の人たちがその4人だけを特別視して、特別なこととして、だから新聞の報道が上がってるから、このね5万人弱本当4万人ちょっとだと思うの、子供も入れてね。そんなにいるのかなっていう感じなんだけど、私の感覚では2万人ちょっとぐらいしかいないんじゃないかなって思ってるんだけど、感覚的にはね。でその中で4人もそうやってよくわかんない死に方をして、で2人の人は自然死っていうことになってる。で1人の人は検視で、検視の応答もないっていうことで、で1人はなんだっけ、2人は違う、自殺だ。2人は自殺で1人は自然死って言われてるんだけど、なんかおかしくないって思うんだよね、大体が。なんでその刑事の人たちが調べてんのかなってまず思うし、その自殺したって言われる人もなんで検視しなかったのかなって。2人も自殺してんだよ。だって
そんでその4人のことを刑事さんたちが特別調べてるっていうことを書いてあるから、新聞には。だからそれって思うだけだけど事件に見せかけたね、事故や殺人の可能性はあるわけじゃん。だからこれは検視しないまま、これは自然死ですって言っちゃうのは、処理するのはかなり不自然で、まあ私の強盗事件に関したって指紋も取らないし、家に強盗が入ってきましたよって通報して、で警察が来て凶器っていうかスパナ、大きいスパナでぶち破ってきたんだけど、そのスパナが置いてあったのを素手で掴んだんだよ、警察は。素手で掴んで自分のポケに入れてたからね、それでうちの家の中に入ってくるのも土足、素手で、手袋もしないで、指紋も取らないで、犯人がうんちしてたのもうんちを取っていかなかったんだよ。そんなの意味がないとか言って、だから証拠を取らずして、で今回立件しませんっていうようなことを言ってきたのね。でどういうことって、私の銀行もね散々使われたの。なんかお金を入れたり出したり、勝手に入れたりっていうのは、他のところで強盗したお金をカンパニーチェックとか、そういう小切手みたいなもんね、日本で言ったらそういうのを勝手に自分たちで書いて、私の銀行に入れて、私の銀行からお金を引き出したりしたわけ。そういうのも証拠として持っていったのに立件しないっていうようなこともあるわけ。でもそれはどうにかしてくれって、何が立件されない、証拠がない、不十分だって言ったんだけど、証拠不十分の意味が全くわからないから、証拠不十分っていうか、証拠を自分たちで消していったのは警察の人たちだから。でその CBI っていうのが今回その刑事捜査局っていうのが調べてるんだけど、北マリアナの中の警察なんだって。あんまり意味ないんじゃないのと思うの。これが FBI とかそういうのだったら、 FBI でも私の12年前の警察官が私を暴行して、で私を殺そうと しに来てたの。その時も FBI 動いてくれなかったからね。サイパンの警察なんかは全然動く気ないっていうか、調書も取る気なかったからね。またお野菜まで行っちゃった。ちょっとごめんなさい。お野菜写真まで行っちゃった。ごめんなさい。一回消してこうつけ直して海の写真にします。海の動画にします。今日ね、後でガラパンの動画をちょっと流したいと思ってるんだけど、そんで話が飛んだり行ったり飛んだりでごめんなさい。そうサイパンの中の DPS ポリスの中の刑事部門なんだって。だからね、あんまり捜査機関が、サイパンの捜査機関が調べてるっていうんじゃ、結局今までも私の事件に関して言ったらよ、証拠があるのに証拠を全然取ろうとしないでね、で立件できませんよっていうようなことがあったわけだから、見逃しや隠蔽のリスクはめちゃくちゃあるわけでしょ、実際。だから地元のね、人間同士で処理するからこそそういうことがあるんだと思うんだよね。本当に FBI とかなんで入っ
ってくんないのかなって。でこの4件だけが偶然集まったとは限らないじゃん。もしかしたら報道されてないケースとか見逃されてる不審死もあってもおかしくないし、これ本当に人口のねこんだけ少ないとこで短期間にね1ヶ月の間にこんな4人も亡くなってるって言って、この刑事部署が調べてるっていうことだけでもちょっと地域レベルで警戒すべき状況だと思うの。この間の知事が報告、去年の報告とか今年の抱負みたいなことを話してたけど、全く景気はいいしいい方向に向かってるし、治安も悪くないみたいに治安には全く触れてなかったんだよね。これさ、普通東京で言ったら、東京のレベルで言ったら1億2000万人ぐらいいて、1億数千人が1ヶ月に亡くなってるのと同じぐらいのレベルよこれね。これサイパンで4人って言うけど、4人って相当なレベルよこれ。全然治安良くないでしょ。東京で言ったら数千人1ヶ月に亡くなったっていうレベルの話なのに、なんでねこれで治安がこれね、なんでこういうことをね重大に取り上げないのかなって思うの。でこの間の YouTube で流したけど、うちの敷地朝ねに変なやつが来てたでしょ。あの人刑事だって言ってたけど、あれだって怖いよね。なんか普通の私服で入ってきて、私がだって ID 見せてくれって言っても見せないで、自分から入ってきたにもかかわらず、自分からうちの庭に入ってきたのにそそくさと、動画でも分かるようにそそくさと逃げて帰ったでしょ。あれおかしいよね。名前は言ったけど、顔も私はビデオ撮ったけど、私が出てきたら車に乗り込んじゃってそそくさと逃げてったでしょ、2人で。ID を見せろって言ったって ID 見せないし、名前だけパッと言ったけど、それが12年前の犯人と同じだからね。おいちょっと待って、これねちょっと待ってね、どこだっけ、これね。あれなんでつかないのこれ。どういうことこれを消さないからね。これちょっと音切っとかないかな。切ってあるよね。これうちの庭に勝手に入ってきて、ちょっとおかしいと思いません？誰なの、あなたは誰って聞いても、勝手に入ってきて警察だって言ってるけど、警察だって言ってんのに、で降りてこいってお前が入ってきたのになんで私が降りてくんだよって、私のとこに来いよって感じなのに、車から降りてこないんだよ。もうこういうさ4件もこういう事件があると、これ絶対おかしいと思うんだよね。どう思います？ちょっと
なんか見てくれてるみたいだけど、よかったら皆さんコメントしてください。これ車から降りてこないで、誰って聞いたらポリスだって言って、来いって、こっちに出てこいっていうのね。で、行けるかって感じ、お前が来いって感じなんだけど、行けるわけないでしょ、怖いのに。そんな知らない人なのに、こういうことがあったんですよ。で、クーラーボックス、でっかいクーラーボックス後ろに乗っけてて、でこれのちょっと前、5月21日5月21日だよね。5月21日にうち車を破壊されて、この間動画に載せてあるんですけど、車を破壊されて、なおかつ猫の死体を置いてあったんですよ。そういうのとかもなんか関係してくるんじゃないかと本当に思うんですよ。で、なんでね、こんなね4人も亡くなってて、ちょっと不審な死だから、こういうふうに警察が今日調べてるって新聞に載ってたと思うんで、だからこそちゃんと、あれ消えちゃった、あれちゃんとね、あれ違うこっち、違う、こっち、綺麗な映像にしましょうね。普通に、だからこそちゃんと調べなきゃ。これもうちょっと大ごとになんないとおかしいでしょ。東京で言ったらほんと数千人が1ヶ月に亡くなったような状態よ。何のためにこの警察っていう人がわざわざ来たのか。で、警察バッジは見せたけど、出てこいって言うんだよね。出てこいって出ていくわけないでしょ、知らない人なのに。で、私は実際ポリスに何回も殺されかかってるから、そんな出ていけるわけないし、ちょっとね、タカさん怪しいですよね。こういうで、今6月だけど、6月に入ったけど、これまだ5月の事件だったし、そういう事件っていうか、この家に入ってきたのも5月のことで、猫殺されて置いてあったり、車破壊されたのも5月の21日だったんで、なんか変じゃないのって本当に思うんですよね。こんな4人殺されましたなんて小さい記事で書くようなことじゃないと思うんだよね。本当に検視なしっていうのも、検視なんでそうやってなんか裁判の方が認めない、偉い人が認めないのかわかんないし、なんかそういう最近起きた事件の数々を考えると、マジでおかしいだろうって。検視結果を
依頼したっていうのだけが書いてあって、結果待ちの状態なのか、研修は始まってるのかどうなのかもわからないっていう感じで、ね、2件の自殺の人だって1件の自然死っていうのだってちょっと変でしょって。でね、 CIB はCIB っていうのはいろいろ暴力犯罪とか、刑事さんだよね。刑事さん、俗入刑事さんのたちが普通に調べてることなんだけど、で報道される形がちょっとおかしいなって思ったんだよね。なんでこの4人だけがこう4人っていう形で報道されたのか、ちょっとね、本当に私の中ではハテナマークだし、なおさらめちゃくちゃ怖くなってきたっていう感じ。その実業家の人がこの間殺されたっていう、その人の死因が不明っていう状態に、殺されたのか殺されてたんじゃないっていうのなのかどっちか分かんないけど、まだ40代の人だったからで、殺されたのかもしれないっていうことだから、調べることになってるんだと思うんだけど、まだその死因も発表されてないし、なんでその4件の死亡を調査したってそういうの書かれているわけでもなく、なんでその4件だけがなんかね、書き方が本当おかしいんだよな。ちょっとおかしいって、この書いた人が悪いわけじゃないんだけど、なんでその2人の自殺の人には検視が不要だったのかで、なんで自然死と判断された1人にも検視がなかったのかで、なんで4人っていうこういうまとめ方で発表されてるのか。それはその刑事事件として結局は調べてるからでしょ。刑事さんたちがその4件を病院で普通に亡くなったとかっていう人の数は入ってないわけだから、ちょっとね、ほんとね、おかしいなって思うの。どう思います？これビデオのラグがあると思うけど、普通になんで誰も返事してくんない。寂しいなね。普通になんかおかしいんじゃないのって思うんだけど、どう思います？ねさん、こんばんは。Cats dead in the cooler box ダメそれ、ダメそれねさんダメ、死んだ猫ちゃんクーラーボックスいるんじゃないのみたいな感じのことが言いたいわけじゃないの。それってダメ。そうね、ほんとまたね、あれもしかしたらクーラーボックスの中に死んだ猫ちゃんがいて、また置いていこうとしていた最中だったのかもしれないっていうことも考えられるわけじゃない。だって普通に人ん家入ってきて何も聞かないで帰る警察がちょっとおかしくない？だって
ね何か聞きたいことがあるから、何か聞きたいことがあるから来たんじゃないのって思うんだけど、なるさん、うねさん、こんばんは。何か聞きたい。あのポリスが4人をやったな。いや、それは分かんないけど、本当分かんないけど、いや、本当に怖いですよ。なんか考えると、サイパンには法医学者がいなくて、グアムとかが本土とかから呼ばなきゃいけないっていうのはあるんだけど、なんかこの報道からするとさ、最初からやる気がないけど、一応法医学者っていうか要請しましたよ的な、調査してますよ的なポーズ。なるさんこんばんはって2人仲いいね、仲いいね、仲いいですねってうねさんが言ってます。本当にね、なんか最初からやる気ないけど要請したよっていうことだけを言ってる、調査してますポーズのための、新聞じゃないのってよくあるんだよね、サイパンって。やってます感出して何もその後の深掘りがないっていうことが、そういうことめちゃくちゃあるから、だからそういうことを考えるとめちゃくちゃ怖い。本当なんで本当に自然死とか自殺の人で検視しないってねえ、このサイパンの中で本当に4人なんて1ヶ月でめちゃくちゃ多い人数よ、死んじゃったって。こんな刑事さんが動くような事件でめちゃくちゃ多い割合よ、4人って重大事件だと思うんだけど、それをね、それでサイパンが治安がいいだのなんだのって、本当なんで治安のことをもっとね真剣にね政府が取り組まないのかわからん。うちに限って言えば治安なんかめちゃくちゃ悪いからね、強盗事件だってね、あれはうちを本当に狙ってきたとしか思えないんだけど、私を狙ってきたとしか思えない。1階から入って3階の私の部屋に直行してきてるわけだから、1階を全然まさぐってないから、普通だったらね入ったところから探すでしょ。ちょっとね本当ね不思議で仕方ない。本土の都市なら埋もれる話かもしれないけどね、4人っていうことは。でもねサイパンではこれ大事件だと思うんだよね。なんてやなるさん、危なかったよ、危なかった、よかったか、よかった、もうちょっと漢字入れてくれ。わかんないじゃん、漢字入れすぎんのも困るけど、危なかった、よかった、無事に帰ってこれて、ああよかったですね、本当にね、無事で何より無事が一番いいからね。本当に
夜ドキドキさせられましたよ、私の方が。ドキドキしましたね。本当に今ね、人口が4万6千人ぐらいってね、この間2025年のなんとか調査っていうので4万6千人ぐらいって書いてあったんですけど、まあ子供とかも含めてだよね、もちろんね。子供が大半なんじゃないかと思うから、大人なんか1万5千とか2万とかなんだと思うんだけど、そんで1ヶ月に4人も捜査対象としての死亡が起きているっていうのはかなり異常だよね。梅さん、こんばんはって今ありがとう。梅さん、ありがとうございます。こんばんはです。いつもありがとう。梅さんイケメンじゃん。いきなりごめん梅さんイケメンじゃん。イケメンくんで若いじゃん。ちょっとおっさん想像してたから全然イケメンで若いんでびっくりしました。って話は置いといてってごめんなさいねさん。これね、なんか結構な人が見てくれてるんですけど、すいません。いつもねちょっと恥ずかしいかな。本当ね、で一人そのビジネスマンの人は腐敗して発見されるまで時間がかかってるでしょ。でこういう状態なのに特に問題なしっていう状態で済ませてるっていうことがまずおかしい。うねさんわしうねさんでしょ。だってツイッターありがとうございます。さっき直前に見ました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よかったらねコメントしていただけるとね、皆様ありがたいんですけどね。 YouTube ねやってるけど、なんか YouTube で配信してることに、皆さんありがとうございます。気軽にコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。気軽にコメントよろしくお願いします。なんだっけ、どこまで話したか忘れちゃった。どこまで話したっけ。姉さんもよろしくお願いしますって、ありがとうございます。なんかなるさんが丁寧よろしくお願いいたしますだなんて、なるさんがいきなり丁寧なんですけど、もう皆さんね、よかったらコメントよろしくお願いいたします。お気軽に。でね、もうこれちょっと人が4人亡くなったって話で、こういうね捜査対象者としての死亡だと思うんですよ。この4人亡くなったっていうことが書いてあるんで、書き方として、なんて言うんだろう、なんて言えばいいのこれ。とにかく怖いです。マリアナスバラエティに載ってるんですけどね、この報道されて画面今日のマリアナスバラエティなんで検索すると出てくると思うんですけど、後で概要欄にマリアナスバラエティも貼っときますんで、そこで見てもらえるとね分かると思うんですけど、ちょっとねおかしいんだよね。
大きな問題じゃないですよって感じでさらっと出して終わりなのかなって。今回この、ビジネスマンが亡くなった方のことを言ってるのが3回目かな、この亡くなってから新聞で取り上げてるのが。でもかといってなんか深掘りなわけじゃないんだよね。1回目は亡くなりましたっていうことで、2回目は検視の依頼をしますっていうことで、3回目は今日で、そんで4人の警察に対象者になってる方が亡くなったみたいな感じ。めちゃくちゃ怖いよね、こういうの。この間のだからこのうちに入ってきた人だって本当にそういうのなのか、同じ時期だからなおさら怖いなって思うんだよね。本当ね、東京で言ったら何千人が殺されてる状態よ、1ヶ月に。だって1億4000万人ぐらいいるんだっけに、東京ってね。で1000人も死んでたらおかしいでしょって普通にみんな思うことで、この島でね4人もそういう事件で亡くなってるっていう、なんか事件に絡みで亡くなってるって言ったら普通の国なら大事件なんだけどね。これで大事件じゃない感出してさらって終わらされちゃったら、ちょっとって感じなんだけどね。ほんと不思議でしょうがないんだけど。どう思います？不思議なんだよね。そんでパラシオスさんが、昨日だか一昨日だかまたなんかお話をしたのかあれなんだけど、新聞にも今日載ってたけど、パラシオス知事が就任した時はもう前の政権でごちゃごちゃにされちゃってえらい目にあったって言って、まあ今でも合ってるんだろうけど、今でもえらい目に遭ってるんだろうけど、で過去3年の監査が遅れてて連邦補助金が危うくなってたとかって書いてあったけどさ、もうそんなことよりだよね。でごまかしとかじゃなく、持続可能で多様な経済構築を目指しますとか書いてあったけど、ちょっとごまかしになっちゃうようなこの事件だって、今まで過去のことで言ったら私のことは全部ごまかされてきたわけだから。でパラシオス知事の下元で今回強盗事件も起こってて、それをなんとか知ってほしいってこの間知事に頼みに行ったんだけど、それの返答もなしで、それも何も進んでない高校の裁判の状況っていうのはそういう状況があるのね。その中でこういう事件が起きてて、これで治安がね悪化してないとか、これをね治安が悪いってことを認めないで先に進もうとすることがダメだと思うんだよね。これ悪いからなんとか改善しましょう、改善していこうよっていうことをやんなきゃ一つもいいことにはならないし、身内の中だけでちゃちゃっと終わらすっていう感じだよね。だって500万ドルのね PP って言って、コロナになった時に、コロナ禍に入った時にマスクとか
そういう関係のものを一個人の会社に500万ドル単独契約があったらしいの。それは前の政権だったらしいんだけど、それ透明とかなんとかじゃなくて、全く不透明で、その業者が誰だったのかとかも全然ね、書き出されてないのね。世間には公表されてないの。それでもここの地元の人たちって何も言わないんだよね、今までね。で議員さんたちも何も言わないわけでしょ。だからなあなあで通通で全てが OK で進んできてるわけだから、こういう殺人とかね、殺人なのかよくわかんないような事件が起きてる時はもうちゃんとやらないと本気でダメだと思うんだよね。ちょっとだけでもいいから、これ治安悪いよね、やばいよねっていうことで、この4人また野菜が映ってしまった。野菜見たくないよね、野菜ね。ちょっとごめんなさい。野菜はちょっとこれでいいか。ちょっとだけでもいいから、もうこれは今の事態はやばいよねって、こんなね三島の中でこういうなんか事件に関わるような死人が4人も出ているんで、これは治安が良くないと思うんでっていうことを認めての、良くするにはどうしたらいいのかって。今のままだと治安も全く問題ないし、経済も全くなんか良くなってるとか言ってること自体が全くアウトだと思うんだよね。じゃあね、今日のちょっとガラパンをね、去年これ病院行ってきたんですけどね、これイマージェンシーの入り口で、コロナの後、ここにね、なんだっけ、ドライブスルーで薬が受け取れるように便利になったんですよね、ここね。ここ、ガラパンのね、今日ですね、今日曇ってたから、ちょっと今日はフラフラして撮影いっぱい撮れるんじゃないかなと思って、こっちのガラパンの方行ったんですよね。そしたらほんと曇ってて、雨がもう今にも降りそうだったのね。だからいい感じかなと思ったらね、ガラパンに私が近づくにつれてね、もうピーカンになっちゃって、またいつものように汗デロデロ。なるさん、なぜって何？なぜって何がなぜかな。ごめん、気づかなかった。コメント。なぜって何がかな。何がかな。何がかな。ここね、角のタイ料理屋さんがあって、なるさんコメントがあってコメントがね、よかったらね、お気軽にコメントくださいませ。ここね、角の消防署のとこでございます。ガラパンに入っていきます。もうガラパンのこの辺まで。ところで、なるさん動画は？なるさん動画は？なるさん動画だって。なるさん動画は？なるさん聞かれてますよ。私がいただいたのは写真だけをいただきましたね。写真だけいただいたんで、写真は
これ出していいよっていう写真はいただきましたんで YouTube に出したいと思っていますね。なんだっけ、ハイアットって6月今月ぐらいになんか新しいホテルになるって言ってたよね。なんだっけ、ハイアット、今サイパンビーチリゾート、サイパンビーチリゾートだっけになってヒルトンかなんかになるって。うねさん写真そう写真はいただいてます。これ出していいよっていうのね、これ出していいよって言われたのはいただいてます。ちょっとね、多分ね、正面から見たらなんて言えばいいの、正面から見たらびっくりしちゃうって今言おうとしたんだけど、尻ですね。後ろから正面から見たらちょっとねびっくりしちゃう人たちだったんで、だから結局3人で来てるんですけど、なんて言ったらいいの、なるさん、3人で来てるんだけど、3人で遊んでるんだけど、付き添いが1人来てるんですよ。だから4人、結局は4人で来てるんですけど、でその付き添いの人は何もしないんですよ。何も運転とかはするみたいだけど運転とかそういうことだけをするみたいな人が来てて、なんかそういう感じでしたね。今日のガラパンめちゃくちゃまた暑い。全然雨が降らない。このねアパートじゃないわ、ここなんかホテル、スターホテルとかっていう風に書いてあるんですけど、この辺ねネイビーの人が借り上げてるらしいですね。全部丸ごとホテルを、ガラパンのホテルを借り上げてネイビーの人が泊まる、保護者のような人がいました保護者のような人がいました。保護者のような人がいましたよ。ジュエリー屋さん、この間やってなかったけどやってるんですね。知らなかった。この辺ジュエリーって金屋さんね。あとここはリーバイス、あと全部からすでに懐かしいすでに懐かしいのここね、車で入れるようになったのはね本当に良かったと思いますね。昔ねちゃんとこうやって車で入れたんだけど、いつだったかな、もうねここのね工事の時ったら、もう昔道路になってたんだけど、入れるようになってたんだけど、それを入れないように歩行者天国みたいなのにした時、めちゃくちゃ時間かかったの。どのくらいかかってたかな、本当に時間かかってて、毎日砂ぼこりだらけだったからね。あれひどかったな、本当店の中とか砂ぼこりでえらいことになってたからね。この辺これなんかここ工事してる感じがしたんだけど、なんか新しくできる気配はないですね。ここも一回なんかやってたんだけど
毎日泊まってる。ストリートマーケットやってた時だよね。そうそうそう、ストリートマーケットだ。ストリートマーケットなんかうちの目の前でスピーカーがあったからえらい目に遭っちゃって、もううるさいし、店なんか開けてられる状態じゃなかったし、うちの目の前にウーファーがあって、ウーファーでグラスが揺れてカタ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 ってずれてっちゃって、110デシベルとかだよ。だって騒音、今でも私撮ってあるけど、その写真110デシベル、えらい目にあった。本当にうるさいって言って、うるさすぎるって言って、向こう向けろって言っても向けないんだもん、スピーカー。あれ嫌がらせだよね、完璧に。ほんとね、その頃の人をもう未だに覚えてる。ほんとムカついたん時。うちなんかみたいな弱小をさ、いじめに来てさ、この辺はもう何にもやってないですね。実弾射撃のところも何も入ってない。でね、ちょっと驚いちゃったのがね、裏道、この間通った時こんなになってたかなって思ったところがあって、まあ今日それも撮ってきたんですけど、この辺はね、空のまんま、前のカジノがねできた時に、カジノができた時だったっけな、カジノが一瞬できた時にババってオープンしたお店があったんですけど、まあ閉まっちゃいましたね、全部ね。今ではね。今日はね、逆に歩いてみようかなと思って、ちょっとこの後ね、裏道に入っていくんですけど、ここの裏道じゃないな、向こう側だ。こんな遅かったっけ、このビデオ。あれこの辺はね、もう昼間だったから、マッサージ屋さんはやってるけど、あとは今の時間はやってないですね。あれ、これ音消えてるよね。音一応消しとかないとうるさいよね。なるさん、車で通ったここ見た、ここね、一通だからここ通るよね、必ずね。クラウンからまっすぐも出ていけるんだよな。まっすぐも出ていけるし、こっちも行ける。ここ一通になっちゃったから、このねポリスすれ違ったんですけど、なんか多分ね、ビデオを撮影してるのを分かって、多分手を振ってたような気がする。こんな愛想のいい警察官もいるんだなんて思ったんだけど、多分ね手を振ってたんだと思うんだけど、
怒ってたわけじゃないと思うんだけど、金八さん今日月曜日休みなんですね。知らなかった。月曜日休みって書いてあった。なんで金八さん休みないと思ってたからちょっとびっくり。年中無休と思ってたから休みあるんだと思って逆にちょっとびっくりしましたね。この辺はね本当に道路とかは綺麗になったんだけどね、とにかく何もやってない、とにかく何もやってない。何にもこの辺はちょっと変わってないんだけど、この後ね、ここだけど車全部赤いラインになってるから止めちゃいけないんだね、ガラパン駐車場以外は。この店の前に車が止められないと意味ないよね。車が通れるようになったけど、昔はお店の前にこういちいち車が止めれるようになってたから、もうとにかくローカルの人って言ったら夜はマジで真っ暗よ夜ね真っ暗よ、マジで真っ暗よね。昨日だっけ、一昨日だっけ、一昨日の夜あの時間真っ暗だったでしょ。一昨日の夜ね、一昨日だよね、昨日じゃないよね、昨日一昨日だ、一昨日ね。昨日はそうだよね、昨日はそうなんか自分で納得しちゃってごめんなさい。この辺も何にもやってない。ここは夜と昼間今の時間はやってなかったね、この中華屋さん。夜はこの間電気ついてたんでやってると思います。昨日か電気ついてたもんね。夜はやってると思うんだけど、そんなに遅くまでやってなかったな。ここね、あれじゃない、お外だからタバコ吸えたりするんじゃないかな。吸えないのかな。クラウンホテルの前ですね、ここねでもクラウンホテルのあそこも稲さんのお友達に会いに行こうかなと思ったんですけど、ちょっと入っていきましたね。暑さでね、ほんとね、こっち側とホテルのこっち側とやっぱ海岸側じゃ暑さが違う。暑さっていうのなんて言うんだろう、日の照り方が違うのかな。ここを抜けるといきなりなんかほんとリゾート感が増すっていうの、カーンって灼熱の太陽がバシッとくるんですよ。ちょっとごめんなさい、ずっと見ます。このね裏口
からよりやっぱ正面玄関からの景色が好きなんだけど、まあここも好きなんだけどね、なんかリゾートに来ましたよっていう感じがするから、正面玄関から入るともっとするからね、リゾート感がめちゃくちゃ増す。ここでしょ、なるさんコーヒーって言ってたとこね、ここかと思ってちょっと撮っときましたね。コーヒーショップみたいにはなってないけど、なんかコーヒーを飲めるラウンジみたいになってるんですね、あそこね。なんか南国感ありますよね。この辺に来るともうほんとね、暑さが増す。雨どころかほんとピーカンになっちゃって、この時間向こうまで歩くのつらいなと思って、うねさんのお友達ちょっと小さく写ってんだけど、ちょっとね無理と思って断念して U ターンしたんですけど、子供用プールっていううねさんが言ってたの分かった。ここに子供用プールあるんだと思って、これで3つなんだと思って。前四角いプールなかったっけ。子供プール、これね、これが子供プールなのね、うねさんね。あ、そうそう、子供プールあるじゃん。これね、子供プールね。これの向こう側に、そしてもう一個プールがあるのね、右側にね。南国感マシマシって感じで、この風景好きなんですけどね。ちょっとね、ここってうねさん、ここどこ、あれどこ、あれいきなり映像変わって、どこだこれ。あ、そうそう、 ABC じゃなくて CBA があったんだなと思って、ここ、そうそう、マイクロビーチホテルの1階 CBA って言ってね、なるさん笑ってたよね。 CBA って何って言ってたよね。私もできた時は何って思ったけど、 ABC がその頃はなかったんだよな、確か。んで CBA が今のができたんですよね。この辺何も入ってない、ガラガラ。ここ昔ピアノバーがあったんですけどね、ビストロって言って、グアムに今もあんのかな。それが入ってたんですけど、まあ昔々の話だけどね、もう20年前ぐらいの話かな。この辺も、このビルも空かな。ディオニソースとかね、バーとかが入ってたんですけど、まあここもなくなりましたね。ここ全部空かな。2階はアパートになってるのかもしんないけど、ここなんか
バーやってんのか。昔中国人のお店だったんだけど、今はやってんのかやってないのかわからない状態でしたね。まあ昼間だからね、余計そうなのかもしれないけど、夜になればもしかしたらここだけ明るいのかもしれない。ゴッドファーザーとなんだっけ、あそこ角のなんだっけ、ジョニーズバーとその向かい側に中国のなんかバーがあったり、4軒だけもしかしたらやってるかもしれない。タポチョ山頂までのドライブ動画はまだってタポチョさんもう行けないよ、私の車だってオイルパンカバー壊されちゃったからさ、行けないでしょ。この間オイルパンカバーめちゃくちゃにされちゃったから、ちょっとね行くの怖いよね。左がレンタカー屋さんやってるけど、ここどこだ。あ、学校のとこ。これ左側学校なんですよね。小学校がある。今もやってるっていうか、おかしい、小学校になってるのかは定かではないけど、タコチョさんは行けないな。私の車じゃちょっと怖くて、オイルパンカバーめちゃくちゃにされちゃったから。こんなに過酷な道です動画。いや、あそこ行って止まっちゃったら最悪だからね。あれは最悪よ。行きましたや行きましたよ。この辺も空ですね。空っぽ。マミーストアは健全ですけどね、ちゃんとやってますけど、こっち側の方が夜は明るいかもしれない。あ、なるさん、タポチョに行ったのね。ニャニャが盛ってます。カジノの通りなんですけど、ここからねちょっとねこうね、あれこの後か、まだ曲がんないのか。あれれれれ、あ、うねさん、道平気だった。道平気だったって。なるさん、全部ひらがな。ひどいけどそうでもなかった。あ、そうでもなかったの。ひどいけどそうでもなかった。この辺も全部からですね。カラカラカラ。もうね、昔はこの辺はね、いっぱいマッサージがいっぱい入ってたのにね、なくなっちゃいましたね。こうファミリーストアっていうんだね。あれ、
人がないな。れれれれ、ここね、ビーチに行く前にここに寄ると何でも揃いますね。アクアコネクション。久しぶりに入って行ってみました。ビーチ行く前に何か足りないなと思うものがあったらここ行くと何でも揃います。マニャが行く前とかね。あとね、ここねダイビングショップさんなんですけど、いろんなギアの修理とかもしてくれるのかな。いっぱいパーツとかも売ってたから。オークレーのサングラスが種類豊富にバーンって入ってたんで、最近ねサングラスちゃんとしたいいのも買うところもなくなってる時代だから、デューティーフリーなくなっちゃったからね。ダイビングナイフとかいろいろ売ってましたね。ビーチでなんか足りないものあるとここ行ったら揃いますよ。お手頃な値段のものから高いものまであったし、スノーケリングとかちょっと買うものもあったし、ウォーターフルーフのバッグとか結構品揃え豊富でしたね。いやもう老舗なんですよね。昔からって、あれアクアコネクションって名前だったっけでいいんだよね。アクアコネクションでいいんだよな、確か、ちょっとなんかあれオーナーさんの名前のお店っていうのでいつも覚えてたから、お店の名前がちょっと定かでない、ごめんなさい。アクアコネクションでいいんだと思うんだけど、オークレーのね種類がめちゃくちゃあるんですよ、サングラス。最近じゃね、ほんとデューティーフリーもないし、あとは100均のサングラスみたいのしか売ってるところがあんまり見たことない。こうちゃんとしたオークレーとか、入ったばっかりだって言ってたから種類豊富なんですね。あれ昔どこにあったんだっけな、クワさん。なんか思い出せない。ここの前にどこにあったんだっけなっていうのが思い出せないけど、いろんなものを売ってました。隣は前はなんだっけ、パスタ屋さん。また出てこないじゃん。なんだったっけ、お姉さん、なんだっけここパスタ屋さん、カプリチョーザとステーキ屋さんだったとこね。でここカジノの方から一本ちょっと飛んでるんだけど、カジノの中から一本入ったとこの道ひどいんだけど、これ窓ガラスバリバリに割られてて、
ここ久々に通ったけど、多分もうボロボロにされてる状態。カプリ、そう、カプリチョーザと、うん、そう、なんだっけ、ここで、これひどいところで出てくると、このリーバイスのとことガラパンスクエア、今からだけど何も入ってないとこだけど、ガラパンメインの通り、もうひどいよね。1本入っただけであんなバリバリになってるんだよ。ちょっとびっくりしちゃった。こんなとこ通ってないな。今の裏道だから通ってないんじゃないかな。ここアイラブサイパン、ほんとすぐそばのとこよ。アイラブサイパン初日に行ったんだよね。アイラブサイパンね。ビール買いに通ったところでしょ。アイラブサイパンと、今はなきデューティーフリー。デューティーフリーがね閉めるって相当なことだと思うから、どこでもね、ちっちゃいのでもなんかはあるはずなのに、デューティーフリーが閉めるって相当なもんよ。相当な気持ちで閉めたんだと思うから、相当よね。クラウンとアイラブの間は中国人エリアだったよね。ねさん、そうだよね。ほんと中国人の人いっぱいいたのにね。お店もいっぱいあったのにね。みんななくなりましたね、撤退ね。通れなく、男の人なんて前に進めないぐらいだったもんね。あそこの通りを進むのにどんだけ時間かかるんだっていうぐらい時間かかったのにね。今は止めてほしくても止めてくれるところさえないっていう感じ。映画館のような廃墟になりそう。映画館も終わったんですよ、この間。4月いっぱいだったかな、5月まで、5月のいつまでだったかな。ちょっとね、1本入るとああいうね、窓ガラスバリバリ割られてるようなとことかいっぱいあるから、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、これで治安いいかって。メインの街よ、メインのところよ。一応メイン、サイパンではメインとされてるガラパンなのに、あそこね、逆側から見ると綺麗なビルになってるんですよ。で、裏側、昔は韓国のバーとか、あと韓国のレストランとかも入ってたんだけど、あんな廃墟になっちゃってて、1本入るとああいう状態だから、ちょっと怖いよね。あそこね、今はほら今観光客が見ての通り全くいないから、
この間今ねこの間動画をお借りしたねアクアスミスさんに寄ろうと思って来たんですけど、何この何これ、いきなりこんなのが映っちゃって、ちょっと待って消そう。ごめんなさいなんで映んないのこれ。アクアスミスさんにアクアスミスさんに行ったんですけど、なんか忙しいみたいだったからちょっとね今日は撮れなかったの。Who are you? そうWho are you? ねさん、そうです、それです。さっきね説明して、今日の4人の死亡事故じゃないね、あれはね、なんだか不審な死っていうか、新聞のねああいうのがあると、うちの事件もこれもだって関わりあるんじゃないかとか思っちゃうしっていう話をしてね、さっきつけたんですよね、あれ。今日はなんかちょっと足りないんだけど、もうどっか行っちゃった。もう一つの動画がまたちょっとガラパンの廃墟っていう名前で出そうかな、もう一本今度そういう感じでちょっとね一本入るとやばい状態だったし、これね政府がだから治安悪いですねっていうことをちょっと認めてでもうねさん、あのポリスが犯人だって何それあのポリスが犯人なの。そうだったら怖いじゃん、めちゃくちゃ本気で怖いよ。だってそんなおかしいよね。でもうちに来て、うちの敷地に入っておいて何も言わないで帰る。おいお前私に何か聞きに来たから来たんだろうっていうことじゃないのって感じだもんね。さっさとそそくさと逃げるようにして帰ってっちゃってさ、大体がおかしすぎるよね、ああいう行動。何って感じだよね。そう思われてもなんかおかしくないよね、うねさんね。本当そうだと思うんだよね。だからガラパンも一本入るとちょっとああいうちょっと危険なところがあるから、なるさんおかしすぎるし、なぜ名乗らないの。なぜ名乗らないのっていうか、名乗ったんだよ。名前だけは言ったんだよ。ID 見してって言ったら見せないって言ったんだよ。 ID は嫌だって言って、でこっち来てよって言ったら、お前が降りてこいって言われたの。それかなるさんかも。それかなるさんかも。何なるさんが犯人。ありえるよね、なるさんが犯人ってありえないなるさんはね、ちょっとね襲撃されそうになったからね、もう降りていきました
襲撃されそうになってたんで森さん、サイパン中探そうかと思ってた私もうあの勢いひどかったから降りていきましたねもうね、みんな人のお店に入って未来どこですかって聞いてもわからないからみんな知らないって言うからみんな、危なくてしょうがない、そんな、ねえ、本当はね、こう見て、この辺綺麗でしょ。ホテルだってバーンと綺麗じゃない。もうこういうのがね、こういう綺麗な、綺麗なところがもったいなさすぎるよね。こういう政府が動かないから。家とつありなしなし、うねさん、なしなしなしです。なし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 ですよ。なしなし。フリー素材だよねって。フリー素材じゃない、ダメだって言うんですよねさんって何つけてんの何作ってんの。ダメだよなるさん同意を求めても無理です。ちょっと待ってね、お水飲みます。本当は来てほしいくせにいや掃除するんなら来ていいよって言ったんだよ。掃除するとかって言うからしなくていいって言ったけど、ダメって言ったんですよ。本当にね、偉い状態だから、偉い状態になってるんで、本当にひどい状態なんで、本当めちゃくちゃな状態なんでね、ダメなんですよ。ある部分はね、もうね、指紋取るまでね、絶対に触らないって思ってるところもあるし警察がだって指紋取りに来た人たちが、後日私が指紋も取らなかったって言ったら、強盗に入った時ね、で後からそういう班が来たんだけど、どこも指紋取んないんだよ結局。いいよって言われると恐縮するねうん、いいよってね、いいよって掃除するんならねっていいよって言われるとさ、
掃除するよって言われると困っちゃうよねみたいな。だから降りていきましたもん。これはやばいと思って、片っ端から聞いて回りそうだったから、未来のちどこって聞いても知らんって言われて終わるに決まってる。未来って誰だよって話になるからね、大体が。未来なんか知らんよって言われて終わっちゃうでしょ。このガラパンのね、一部ガラパンの中の一部でああいう状況下に陥ってたりするのを見るとね、ほんと今日ゾッとしたよね。昔はね絶対あんなことなかったし、ねえ、何春さん、知らないと言ってた人がいた。当たり前だって。未来なんか知らないって。その知らない、未来知らないって。未来が何者だか分かってないもんだって。それは知らんって言うよね。知らん、普通に。ガラパンのね、一角でああいうところになってるのはね、ちょっとびっくりしたし恐ろしいよね。あんな状態になってると。窓バリバリよ。そういう輩がいるっていうことじゃない、結局は。そういう輩がいるからああいう状態になってるんだから。しかもね、こんな街のど真ん中よ、あそこ。ちょっとね、びっくりしちゃった、本当に。なんだっけ、ラフェスタとかああいうとこがね、ああいう廃墟状態になってるのはもう分かるんだけど、もう誰も行ってないわけだから、あんなとこ。ああいう場所がそうなっちゃってるのはもうしょうがないなと思うんだけどさ。ガラパンの街の中、あんなガラスだって高いよ、めちゃくちゃ。1枚サイパンだと、今のサイパンならなおさら高いと思うし。ひどいよね、あんなことするなんて。なんだって、エプロン三角巾マスク持参でって。ごめんなさい、ね、飛ばしてしまったのかな。ダメね、もうそのエプロンと三角巾マスク持参で、本当にうねさん来そうな、うねさんじゃないや、なるさん来そうな勢いだったからね、本当に危なくしようがない。綺麗な時だったらね、昔みたいに綺麗な時だったらいつでもウェルカムなんだけど、全然綺麗じゃないからね。本当は綺麗に去年なる予定だったんだけど、綺麗になる前に強盗に入られちゃったからね、どうにもなんなくなっちゃったんだけど。あれハイアットのだけど、秋になるさんと行くよ。10月だっけ、10月って言ってなかったっけ。10月って言ってなかったっけ、違ったっけ。
うねさん10月とかって言ってなかったっけ。なるさん、飛行機なんとかならないと。防犯カメラ持参で防犯カメラも自分の周りに置いとくの。うねさん、飛行機なんとかならないとね。飛行機ね、なるさんとかの日程は辛いよね。2泊3日とかだと。2泊3日じゃないのか、あれ3泊4日になるのか。3泊4日になるの。3泊4日だよね。最近のカメラは感知するとメール来るしね、らしいよね。最近の防犯カメラはすごい性能いいよね。見ててもすごいいい感じだよね。日にちが無駄になる。なるさん、日にちが無駄に3泊4日のね。そうだよね、ほんとね。何日休まなきゃなんないんだって話だよね。サイパン来るちょこっと近くていいからほんと来れたんだと思うんだよね。円高な時なんて特に110円とかそのくらいの時とかなんかさ、やっぱりみんな週末にサイパン来るとか、ちょっと時間ができたから来るっていう人多かったもん。9日間くらいで初日とラストは捨てです。うわねえ、うねさんはそういう時間が取れて来れる人かもしれないけど、普通の人やっぱ3泊4日とかじゃないかな。普通の人はさ3泊4日とかですね。前と初日とラストは捨てですって思えないでしょ。なんかやっぱね、何日間4日間休んで2日しか遊べないっていう、本当に2日しか遊べないっていう状態。2日しか遊べないんじゃね。そうなんです。なるさん、そうなんです。さっきはそうですって言ってきて、そうなんです、そうなんです、そうなんです。あれそうなんです。サイパンコか、それ。なるほど。サイパンコさんになったのね。サイパンコさん。1日半ですよ。1日半なんですよ。1日半ですよ。2日じゃなくて1日半ってことか。普通の人は1日半なんだね。1日半じゃ辛いよね。1日半ちょっと辛いね。着いた途端雨だったしねそれが辛いよね。
ちんちゃん、そうだからとにかくサイパンは近くて安くてちょこっとさっと来れるっていうところだったから、でほんとグアムの時間帯調べたらやっぱりちょこっと仕事終わったらさっと来れるっていう感じだったもんね。うねさん、普通の人は休み取れないよのって取れないのって取れないよ普通の人は。普通の人はなかなかね1週間とか10日とか辛いんじゃないの、結構休むのに。取れないですよ、取れないですよね、取れないよね、なかなかじゃないよね、なるさんね、取れないよね、あらまあってなかなかじゃないのよね。近くて安くて、だって昔は29,800円とか3万円台がザラだったでしょ。あ、うねさん、有給休暇とかあるって聞きましたがまああるって聞いたけどね、あるって聞いてるけどね、わし有給休暇とボーナスありませんはい、わし有給休暇とボーナスないけどいつでも来れちゃうでしょ。いつでも結局自分でスケジュールを組んで来れちゃうもんね。なるさん、合ってないようなもの、あ、ブラックです、ねさん、ブラックです、ブラックです。だから自分でね時間取れる人はね、なるさん、合ってないようなものなんだよね、有給休暇ってね。わかるわ、わかるわかる、そういうもんだよね、合ってないようなもんだよね。とりあえずね、ほんと治安をねなんとかしてくれないとね、ほんと大手が入ってこない、こんなんじゃ大手が入ってこないと小さい会社って入ってこないから、税金払いたくないから微調整なるほど、微調整なのね。でもね、そういう風に自分で割り振りをして来れるような人ばっかりじゃないからな、本当に。日本からの本当これアクセスが悪すぎる、とにかくサイパンは経費でね、経費とか使えればいいけどね、アクセスがね本当に悪すぎるよね。なるさんの話を聞いたら余計にそう思ったかななるさんはだけどグアム経由、行きがグアム経由っていうのはダメだよ。やっぱ直行便飛んでるんだから直行便を選んで、直行便選ぶのだって月水金って飛んでんでしょ。あれ違うな、月水金がサイパンから帰る便か、か木銅と飛んでんの。デルタの頃の便が良かった。
うんうんうん。デルタの頃は朝便と夜便と飛んでなかったっけ？にゃにゃデルタの便は朝飛んでたんだっけ、成田から。で夕方ほら帰るっていう感じだったじゃない、丸々遊んで。わしは火曜日出発の水曜日帰りはで長いサイパンって昔から意外とグアムに行く人より昔からこうどっちかっていうとお金持ちで余裕がある人が来る人が多かったの、昔から。毎日飛んでる時からね。グアムはちゃちゃっと行くっていう人も多かったみたいだけど、サイパンはね意外とそういうリピーターさんが多いところだったけど今はねほんと少なくなったよね。ほぼほぼゴルフも高くなったしね。なんかしょうがないんだよね。だけどね、値段が上がっていくのはっていうか、レストランとかはだからまだグアムなんかより全然ゴルフもそうかな、グアムなんかよりはやっぱり安く抑えられるってローカルの人が言ってるよね。グアムのローカルの人がサイパン来て遊ぶっていう感じだから、午前便が10時25分、2時半着ぐらい。午後便が16時半だったかな。午後便16時半。午後便ってそんな早かったっけ？午後便ってなんか仕事終わってから来れる時間だったような気がしたんだけど、そうでもないかな。午前中だけ休んで行くって感じだった。午前中だけ働いて成田行くって感じだったかな。午前便10時25分だったんだ。それもちょっと遅いんだよね。朝9時ちょいぐらいの便だったね。10時ぐらいのがいいのかな。10、9、8時ぐらいに空港行けばいいんだもんね。そのぐらいのがいいかな。今のよりは全然いいよね。午後便19時だっけ。午後便ね、確か夜9時ぐらいに飛ぶのがあったような気がするんだけど、昔日本から1便になっちゃってからは朝便しかなかったような気がするけど、朝6時ぐらいにだって家出なきゃ間に合わないっていう便だったから、昔はね結構辛かったもんね。朝便の時はだから成田に泊まったりして行ってたの。飛行機乗ってた。成田空港の近くのホテルに泊まったりして、じゃないと辛いからと思って行ったりしてた。2時に着くやつだっけ。そんな感じ確か。でもそのくらいについてくれればまだゆっくり遊べたりもするけど、
その日がなんか得した感があるよね。夜中2時に疲れたってさ、夜中の2時とかに疲れたって、今だと直行便で来ても、今何時に出発するんだろう。午前便は5時に家出てた。そうだよね、午前便だとそのくらいに出ないとダメだよね。5時、朝のだよね。朝の5時に出るんだよね。朝の5時だもんね。辛いよね。渋滞とかなんだとか考えるとね、そのくらいに出ないとなんないもんね。さ、もうちょっと飛行機の便がもっといい時間になんないと、とにかく本当に、だってなるさんたちめちゃくちゃ文句言ってたよね、飛行機飛行機めちゃくちゃ文句言ってた。6時半過ぎに空港着。6時半過ぎ、早っ。6時半に着いてなるさんなんか悔しいんですよ。じゃないと今度2時間半かかる。ああ、なるほどね、そうだよね。渋滞にね紛れちゃうからね、あの辺ね、高速とかね。あの辺もう渋滞に紛れちゃうともうどうにもならないからね、入っちゃうと飛行機待ってくれないしね。なるさん本当に飛行機嫌飛行機が嫌なんじゃないでしょ。時間が嫌だったんでしょ。時間がね、時間が嫌なんだよね。これね、ガラパンのこういう輩がね、輩がいるからこういうことになるってことなんだからさ。一度お台場あたりで財布を忘れたのに気づいて引き返したことある。いや、引き返すのつらいよね。つらい引き返すのね。私も鍵忘れたことあって、知り合いに持ってきてもらったことあるもん。鍵忘れて持ってきてって、ほんと申し訳ないけど持ってきてって言っても、日帰りで持ってきてもらったことがあるね。日帰りじゃないの、一日だあれ。一泊で持ってきてもらったことがあるな。本当にね。でも間に合ったんだ、よかったね。それで間に合わなかったら最悪だもんね。間に合わないことになっちゃうとね、ずっと飛行機待ってくれないからさサイパンの空港でだけど、私も何回か飛んじゃったっていうことあったからね。ああ、飛んじゃったって言っちゃったなって。こういう小さいお店とかやってる人たちって中華料理とか本当よく耐えてるなと思うよね。本当にこんなに観光客いない
状態で家賃払って本当にすごいなと思うよね。レストランとかってまあいっぱいあるから、例えばさっきみたいな今日のねアクアコネクションさんとかはダイビングギアとかあんまり世間では売ってないものを売ってたりするから、結構そこで買いにローカルも行ったりすると思うんだけど、そうじゃない場面の人たち本当今の時代辛いと思うんだよね。本当に辛いと思うんだけど、辛くそんなことないのかな。ほぼロコ相手になってるからじゃない。だからローカルの人がねそんなに来てくれるお店ならいいよ。なんかね今日のアクアコネクションさんはローカルの人がそういうパーツとか買いに来たりもするだろうけど、ローカル相手にほぼほぼだって和食なんかは少ないから、やっぱりローカルの人とか結構行ったりするみたいだけど、そうじゃないところってほんとなんつうの、アイラブサイパンさんだってでかいから余計にスタッフも必要だし、電気料金もそれなりにかかるし大きなお世話だと思うけど、本当に辛くないの、辛いだろうなって思うんだよね。一時期の本当すごい時っていうのを知ってるがだけにねさ、メニューが観光客向けじゃなくてロコメニューになってる。みんなローカルメニューになってるみたいだよね、もうね。もうほぼほぼ観光客っていう対象がなくなってるからね、しょうがないよね。ガラパンはねやっぱ家賃が高いからね、人も入んないんだと思うんだよね。だって裏の方がまだちょこちょこ入ってるもんね。デューティーフリーの裏の方ね、元デューティーフリーの裏の方がちょこちょこ入ってるって感じ。まあそうでもないか、そこも一面空いてるか。空いてるな。その割にはだけどね、どうするサイパンね、どうするサイパンだよね。本当にガラパンのあそこのガラスバリバリのとこを見たらちょっと何これ、なんで消える、これリピートになってなかったってことかな。違うどこの人、私違うのついてほしいな。海とかがついてほしいんだけどな。こっちの方がいいかな。こっちの方がいいかなね。ガラパンの中であんなガラスバリバリとか見ちゃうと、いややっぱこういう輩がいるんだなって思うと恐ろしいよね。いるからね、強盗とか泥棒とかひったくりとか減らないんだと思うんだけど、やっぱね、でも今日もねデューティーフリーの後ろとか後ろの方ちょっと一本外れたところを歩いてたりすると、ちょっと変な人がこう見てたりするもん。だからやばいと思って車に戻るけど、ひったくりとかね
あの辺にねコソコソって溜まってたりする人ってそういう輩なんだよね、きっとね。前回もあそこでひったくりを見たから、あそこで23回見てるから、あの辺に多分いるんだと思うんだよね、そういう仲間が。それとね、裏組織の人はね、もう多分ねカグマンとかあっちの方にいるんだと思うんだよね。大体ね、うちの商品とか売ってんのがその辺の人ばっかりだから、盗んだものをね売ってたりする人がその辺の人が多いんだね。捕まったのも実際そっちの方だったし、昔捕まった人ね。だからほんとどうするサイパンだよね、この状態じゃね。絶対にこの治安をね、今治安が良くないですってことをね認めないと、これがいいっていう状態だったらこの上がないじゃん。良くなろうとしないじゃん。いいっていう悪いっていうことをさ、ほんとさ、政府が認めてもうちょっとどうにかポリスを増やすだのなんだのっていうことをしないと絶対ダメだと思うんだよね。全然良くないんだからさ、本当に。で強盗とか泥棒に遭ってる人がエイリアンばっかりだっていうのがね、またおかしな話だし、道路直してる場合じゃないよってね、ほんとそうだよね、なお姉さんね。道路じゃないよね、やることがね、本当に。これ道路は何から出てんだっけな、お金。救済じゃないよな。復興か。復興かな、台風からの復興基金で出てるやつかな、確か。観光の方で出てるんじゃないよな。観光の方で出てるね。でも道路直してる場合じゃないよね。ごめんなさい、ちょっとお水。実際もうほんとあんなになってると思ってなかったから、ちょっとびっくりなんだよね。あれ観光客の人見たらほんとゾッとすると思うよね。あれはやばいでしょ。あれはちょっとどうにかしないと。もっと向こうね、離れたところでそういう廃墟になってるんならまだ仕方ないなと思えると思うけど、まだしもだよね。まだしもそう思えると思うけど、ダルさんゾッとした。ゾッとするよね。ゾッとすると思うよ、本当に。で今回の道路はアスファルト、多分アスファルトだと思うよ。滑りにくくするためにやってるんじゃないかと。でもね、滑る。ブレーキかけてみたけど、雨の時滑ったもん。うわと思ったから、サンゴ混じりだと思われるけどな。わかんないけど、試しに雨降った時にこの間ブレーキ踏んでみたのよ、新しくなった道路で。滑った、すごい滑ったびっくりする。
ほどちょっと滑った。びっくりしたよ。だからまだサンゴ入ってんじゃないのかなと思うんだけどな。ガラパンの方ね、平らなとこで平らなとこでブレーキ踏んでみたんだけど、滑るじゃんとか思ってちょっとびっくりしたんだよね。山の方のがどっちかっていうと滑らないような気がする。ガラパンは滑った。同じことをやってみたけど、雨の時にね。日本の人がよくレンタカーとか、ねさんあんまり変わらないのかね。変わらないかもしんない、多分。だから日本の人がレンタカー借りたり、よくバイク借りたりして、日本の感覚でブレーキかけてすっ飛んでっちゃってること多かったからね。でもガラパンの通りは直したとこ、ガラパンっていうかビーチロードか、ビーチロードの通り直したとこはブレーキ踏んでみたらまだ滑ったもん。怖えと思った。雨の時ね、この間フレームツリーの前のフェスティバルの時、帰りに雨が降った時にちょっとブレーキ試しに踏んでみたらジュルジュルって滑ったから、ちょっと怖いよ。ほんと気をつけないと。オートバイよく焦げてるよねって。そうそう、オートバイね、昔のアスファルトの時はめちゃくちゃ転んでたよね。山の方なんてみんなチュルチュル滑ってたよ。日本の感覚でブレーキかけちゃうとみんなひっくり返っちゃうね、本当に。これはねやばいじゃんって感じ。今回も多分だけど、この間一回やってみて、いやタイヤの私のタイヤは結構新しいんですよ。YouTube にも載せてるけど、前にもだから車破壊の前にもうちタイヤ切られてるんだよね。タイヤ横を切られちゃってて、もうタイヤ交換しなきゃなんなくて、タイヤ交換したばっかりだから問題ないと思うんですよ。タイヤは溝はね止まんないもん。でもびっくりしたよ。そうで、新しいアスファルトになったから、今度はキュッて止まんのかなと思ってキュッてかけてみたらキュキュって全然止まんない。危うい。だからね、ブレーキはね気をつけて止まんないとダメ。あれじゃない、タポチョさんなるさんが行った時雨全然降ってないから、だから良かったんじゃないの。ボコボコじゃなかったんじゃないのかな。そんなことないかな。そんなにボコボコに感じなかったっていうのは、雨がずっと2ヶ月ぐらい降ってなかったから、そういう風に感じたんじゃないかな。そんなことないかな。タポチョさんの道路直してんのかな、わかんない。行ってないから全然。今ふと思った。タポチョさんのさっき道路が平気だったって言ってたもんね。そんな道路を見て平気だと思えないもんね、普通。2ヶ月ぐらい雨が降ってないから平気に思えたのかなってちょっと思ったんだけど、そんなことない。タポチョさん行くと首痛くなるよねって。本当だよね。
ほんと自分で運転してない限りちょっと辛いよね。自分で運転してればそこなんてことないけど、自分で運転してないで乗ってるだけだったりすると結構大変な思いするんだけどね、普通。なるさん疲れ切ってて平気だったのか。なるさんたち飲みすぎだから、本当にもうすごい飲んでるんだよもうさ3人でっていうか、あれほぼ2人ででしょ。1人は遊んで外遊びばっかりだったから、2人で40本ぐらい飲んでるでしょ、2泊で。その他焼酎でしょ。すごいよねすごい量だよ。もうあんまりあの量飲む人いないと思うよ、女子で。女子であればなかなかないと思うよ。どんだけ弾けてんのかって思うよねなるさん、そうなの。日本でだって姉さんも出た、そうなの。日本でだって毎日飲んでるのにさ、ほぼ毎日でしょ。ほぼ毎日飲んでて、よく仕事ができるよ、あんだけ飲んでて。本当にちょっとびっくりしました。ねさん、いつも通りでしょ。なるさん、いつもそ通りでしょって言われてますよ。そうなんです、そうなんです、そうなんです。いやあれはね、飲みすぎだと思うよ。飲みすぎ。あんなに飲む女子ほぼ見ないんだけど、私。まあ2日間だよね、あれね。2日間であんなに飲んじゃうんでしょ。あれは頂点から帰ってくるの大変だったと思いますよ、そりゃ。お買い物でそりゃ大変だったでしょ。サムいたって。ナインティナインも行きましたよ。サムいた？なるさん、サムいた？サムいた？ちょっと背の高い、見た目はシュッとしたイケメンくんだよね。シュッとした、日本語普通にしゃべるしね。ナインティナインも行きましたよ。だからナインティナインセント行ったんだ。なるさん、多分ね、それらしい人声かけられた。声かけられるよね、あそこ。誰でも声かけられると思うから、誰でも声かけられるから、
なるさんマニャガハってそれで行ったのかなマニャガハ。それでマニャガハ行ったのかな。それで行ったのかな。マニャガハって言われたんだ。それでマニャガハ島に行ったのかな。日本からの予約で行きました。日本から予約してたの？入ってたの？入ってたの？マニャガハ島付きの付きだから一緒につけたのか。あの予約マンがいるからね。予約マンで遊びマンじゃないや、一番遊ぶ子ね。で全部計画するのにね、計画する子があんなにね遊んじゃうんだもんね。すごいよね。なるさんたちのグループはね、ちょっとね破天荒がいるんだよね。破天荒がね、もう面白い子だったけど、みんな綺麗な子でちょっとびっくりしましたね。今時の日本の子って感じなのかな。今時絶対だって、あそこに海岸に行ったら絶対サム君とかみんな、あそこの子たちみんな声かけてくるから絶対合ってるはずだよね。綺麗綺麗、可愛い子たちです。可愛い子たちですよ。マジマジです。マジですよ。綺麗な子たちです。本当です。本当ですよ。ねえなるさん、ねえ、みんな女の子でよかった女の子でよかったです。変な男が来た、おっさんが来たらどうしようかと思ってたけどケツはって、ケツ見てないね。ケツ見てない知らない。お尻見てないからわかんないけど、なるさねえってねえってだよね。お尻見てないからわかんないですねでもね、サイパン楽しいんだよね。めちゃくちゃね楽しんだっていうのかな。酒飲んでたっていう方が早いと思うけどさ、酒飲んでたよね。飲みまくってたよね。あんなに本当に飲む子ね、あんまり見ないよ。あんまり見ないとバーやってたけど本当にあんなに飲む子ね、あんまり見ない。本気飲み本気飲みなんだ。いや、本気飲みじゃないとあそこまで飲めないと思うから、そう思いますわ。ね
楽しめたんならいいと思います。どんな方法でも安全に帰れたんだからいいと思いますよ。本当に島を飲み屋だと思ってる島を飲み屋だと島多分日本でそんなに日本でも家飲みが多いんだもんね。家飲みが多いからだと思うよ。島を飲み屋だと思ってるホテル最高どういうんだ、ホテル最高、ホテル飲みが最高ってことかな。だけどお付きの人がね一生懸命いろんなもの買いに行ってたよね。なるほどなるほどなるほどっていうねさ。そうなんです。でもね、ほぼほぼ飲みに来たって言った方が早いんじゃないの。飲みに来たって感じじゃないかな。パシリ付きです。パシリ付きうねさん、パシリ付き。ほんとそれぴったりの言葉だと思う。うねさん、それうねさん。それほんとぴったりの言葉だと思う。パシリ付き。ほんとそうだと思います。パシリ付きね。でもガラパンちょっと入ったところにあんな状態だっていうのを目の当たりにして、ほんとちょっとね、もうちょっとやんなきゃダメよ、治安を。本当にこんなさ、どうする東京で。なるさん何消された。やるなるさん。あれ3人のパシリだよね。3人のパシリだよね、あれね。ちょっとねびっくりでしたよちょっとびっくりでしたけどね。まあそういうのもありなのかなと思いました。そういうのもありなんだなって。本当ね、サイパンどうなるっていうね、サイパンどうするだよね。本当にもうちょっとね、治安を本当直してもらいたいなと思います。1時半だ。やるななるさんなのね。本当やるなだよ、なるさん。本当やるなと思いました。いやそうなんです。3人のパシリでしょ、あれね。そういう感じなんですね。明日ね、なるさん写真出していい？押せはいってはいって。
もっとくれればいいのにダメなんだよね。ダメなんですよね。まあそうありだと思いますってねさ、ありだと思いますあの体勢ありなんだね。まあそういう感じです。明日もねまたライブをしていきたいと思いますが今日もねありがとうございます。なんかね皆さんねコメントくれるとありがたいんですけどね、これどうやってコメントとかお願いすればいいのかわかんないんですけどちょっと戸惑ってしまいますっていう感じで、なるべく数字を見ないようにしようね。そういう感じで、また明日ライブしていきたいと思いますんでよろしくお願いします。今日も、皆さんありがとうございました。なるさん、ねさん、なるさん、ねさん、深夜さんとかも潜ってんのかな、潜ってくれてたらコメントしてくれたら嬉しいのにな。タカさん、ナバルさんいつもありがとうございます。多分サイパンコさん、はい、ありがとうございます。英語で言ってみたら僕なんてコメントプリーズいや恥ずかしいねはい、ありがとうございます。明日はそうしてみますね。はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。また明日お会いしたいと思います。なんだっけ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは皆さんおやすみ。失礼いたします。おやすみなさい。